アナス、ビン、マリクは次のように伝えた。かつてムアドはアッターの死と、彼に神の祝福と平安あれと共に同情者としていた。アッターの死と、彼に神の祝福と平安あれは言った。ああ、ムアド、ビン、ジャバルよ。ムアドは答えた。ラッパイクとサダイクよ。アッターの使徒よ、神の祝福と平安あれ。再び預言者、神の祝福と平安あれは言った。ムアズよ、ムアズは三度言った。ラッパイクとサダイクよ、アッターの使徒よ、神の祝福と平安あれ。アッターの使徒、神の祝福と平安あれは言った。アッターとムハンマドを使徒としない者は、崇拝されるべきではないと誠実に証言する者はいない。ただしアッターが彼を地獄の業火から救うからである。ムアズは言った。アッターの使徒よ、神の祝福と平安あれ。人々に良い知らせを伝えるために、人々に知らせるべきではないでしょうか、と彼は答えた。人々がそれを聞けば、彼らは完全にそれに頼るでしょう。それからムアズは死ぬ直前に、知識を伝えないことで、罪を犯すことを恐れて、上記のハディースを語った。サヒーフ、ある、ブハーリー128。そして別のハディースでは、アナスは次のように語った。私は預言者、彼に神の祝福と平安あれがムアズに、アッターに会う者は、崇拝において何も関係づけずに天国に行くだろうと言ったと伝えられた。ムアズは預言者に尋ねた。人々にこの良い知らせを伝えるべきではないでしょうか。預言者、彼に神の祝福と平安あれは答えた。いいえ、彼らがそれを絶対に頼りにしてしまうのではないかと恐れています。サヒーフ、ある、ブハーリー129。ハディースの説明。一神教の証言には大きな功徳があります。それによって人はイスラム教に入り、不信から抜け出し、復活の日に地獄の永遠の罰から救われます。このハディースでは、アナス、アッターの祝福がありますようにが、預言者、アッターの祝福がありますようにがムアズイブンジャバル、アッターの祝福がありますようにに、彼が預言者、アッターの祝福がありますようにノーマの後ろに乗っていると告げたと語っています。預言者、アッターの祝福がありますようにはムアズに呼びかけ、3回繰り返しました。ムアズ、彼に神のご満悦あれは、彼に対する彼の言葉の重要性を強調するために、このすべてに対してこう答えました。神の使徒よ、ラバイク、そしてあなたに幸福がありますように。これは、神の使徒よ、私は次から次へとあなたに応答しますまたは、私は次から次へとあなたに従順であり続け、最初も最後も、毎回あなたに応答することで幸福を求めてきました、という意味です。これは、彼が神の使徒、彼に神の祝福と平安あれに応答し、彼の命令に対する彼の従順さを彼に確認していることを意味します。ムアズ、彼に神の祝福と平安あれがよく応答し、注意深く聞いたとき、預言者、彼に神の祝福と平安あれは、誰も証言しないだろうと彼に告げました。アッターの他に神はなく、彼の他に真の神はなく、彼に栄光あれ、そしてムハンマドはアッターの使徒です。と心から誠実に。ただしアッターが彼を業火から禁じたという点、つまり永遠に業火の中に留まることを禁じたという点を除いては、彼が心から真摯にと言ったのは、彼が二つの信仰の証言を語り、発したことの考慮は、彼が心で信じていることに基づいているという意味であり、これには偽善に対する予防策がある。なぜなら信仰の証言の二つの言葉は、復活の日に偽善者を益しないからである。彼は心から真摯にそれを言わなかったため、ムアズ神のご加護がありますようには、人々が幸せで喜ぶように、預言者、神のご加護と平安がありますように知らせるように頼んだ。しかし預言者、神のご加護と平安がありますようには、人々がそれに頼り、彼らの行いが減り、崇拝が減ることを恐れた。それでムアズは知識を隠すという罪に陥ることを恐れ、死ぬまで誰にもそれを話さなかった。次のように言われている。報告の表向きの意味は、二つの証言を証言する者全員が地獄に入るわけではないことを示している。なぜなら、それは一般化と強調を含んでいるが、スンニ派の間での決定的な証拠は、不従順な信者のグループが犯した罪のために地獄で苦しめられ、その後、取りなしによって地獄から出てくることを示している。またハディースにはこうある。一神教徒にとって大きな朗報があり、大罪を犯した者が一神教徒として死んだ場合、その人は永遠に地獄に留まることはない。そしてそこにはこうある。ある知識は一般大衆に与えられ、ある知識はエリート層にのみ与えられる。そしてそこにはこうある。預言者、神よ、彼に祝福と平安あれの謙虚さの表明である。そしてそこにはこうある。知識の面でのムアズ、イブン、ジャバル、神よ、彼に満足あれの地。預言者、神よ、彼に祝福と平安あれは、ある知識をもって彼を特別に選んだからである。また、要点を述べ、意味を伝えるために言葉を繰り返すことも含まれます。また、ラベーカ WASH10引用不デーカという応答も含まれます。2番目のハディースの説明。多神教から解放されるまで、
心は健全ではありません。多神教は一神教と矛盾します。なぜなら、この世で最も大きな不正は、神に仲間を配することだからです。それが、その持ち主が永遠に地獄に留まる理由なのです。このハディースで、アナス、神のご加護がありますようには、預言者、神の祈りと平安がありますようにガムアーズ、神のご加護がありますようにに、神に何もくばさない信者として死ぬ者は、神だけを崇拝し、神以外に真の神はいないことを知り、伝承が示すように、心の中ではアッターの恩寵によって、あるいは罰を受けた後に、天国に入ったと告げたと語っています。この報奨には、依然者は含まれません。ムアズ・アッターのお慈悲あれは、人々が喜び、楽観的になるように、人々に知らせるよう頼みました。預言者、アッターの祈りと平安あれは、人々がそれに頼り、彼らの行いが減り、それとともに彼らの崇拝が減ることを恐れて、彼にそうすることを禁じました。ある、ブハーリーの伝承では、彼は、アッターのお慈悲あれ、死に際して、罪悪感から、このハディースを告げられ、知識を隠すという罪に陥ることを恐れました。このハディースには、一神教の美徳と多神教の危険性が含まれています。これには、ある知識は一般大衆に与えられ、ある知識はエリート層にのみ与えられることが含まれています。また、知識の面でのムアズ、イブン、ジャバル、アッターのお慈悲あれの地位は、預言者、神の祝福と平安あれは、ある知識をもって彼を特別に選び出しました。その知識には、学生が躊躇していることについて尋ねることの正当性が含まれます。また、一神教徒にとっての素晴らしい吉報も含まれます。